皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。バスレフの構造こそがスピーカーの本質的な欠陥です。というご意見です。確かにそのような意見が一部にあります。ポートから出る低音は共鳴音ですから、バスレフを聞かせすぎると箱が鳴っているような締まりのない音になります。このようなバスレフを自作で経験することはありますが、製品で見かけることはありません。低材波でも同じようなことが起こります。例えばポートを床や壁に近づけると低材波が増幅されて、コントラバスや大太鼓が箱が鳴っているような音に聞こえる場合があります。これはバスレフの共鳴と似ていますから誤認することがあります。バスレフに本質的な欠陥はありません。うまく設計することで低域の再生限界を F0 付近まで伸ばしてウーファーの歪みを減らすことができます。バスレフはシンプルな構造で低音を補強できる優れた仕組みの一つです。CD プレイヤーのクロックを安物から最高級品に変えると音が変わりますというご報告です。安物と最高級品でクロックの精度に違いがありますが音に関係しません。なぜかというと周波数特性や歪みに耳に聞こえるくらいの違いが出ないからです。安物を高級品に変えたら音が変わったという話は値段の錯覚です。これは値段が高いものほどいい音に聞こえます。クロックの精度で音が変わったという話を示すためには、聴覚限界を明らかにして数字で示す必要があります。クロックの精度は音楽制作で重要になることがあります。例えば機材を共通のクロックで動作させないと演奏時間がずれて編集が難しくなる場合があります。再生機器を単体で使う場合にクロックの精度を気にする必要はありません。まともなメーカー製のアンプは最終段階でちゃんと音作りをしていますよというご意見です。今までたくさんのアンプを測定してきましたが、メーカーが音作りした痕跡は見つかっていません。どのメーカーもどのクラスのアンプもすべて同じ音です。オーディオ機器は基本的に忠実再生を目指していますから、色付けするというのは考えにくいことです。違って聞こえるのは見た目と値段と言いますが、根拠は何ですかというご質問です。根拠はブラインドテストと測定結果です。現代は YouTube を利用することで今まで難しかった正確なブラインドテストができます。これまでのテストから一つの重要な知見が得られました。それは周波数特性がフラットで歪みが十分小さい2台の機器の音を人間は聞き分けできないということです。このことは様々な年代、様々なメーカー、様々な価格帯の機器で確認されています。人間の耳は見た目や値段、その場の雰囲気といったものを総合して音を判断します。違いがないものの聞き比べは値段や見た目の順番に並んだり、世間の評判や定説に同調するのが自然の成り行きです。他にもいくつかの知見が得られています。人間の耳は測定ではわからない違いを聞き分けできる。測定は一面で耳が正しいと言われてきましたが、ブラインドテストの結果はこれを否定します。マッキントッシュ、マランツ、マーク・レビンソンの音は目隠しして値段を伏せてしまうと全くわかりません。100円のオペアンプから数百万円のハイエンドまで全て同じ音です。つまり耳で聞かないとわからない音
というものは存在しなくて、測定でわからないものは耳でもわからないというのが本当です。ブラインドテストの結果から今まで不明だった聴覚限界が明らかになっています。例えば人間の耳は音量の違いに敏感です。視聴するときは正確な合わせ込みが必要です。過去を振り返るとどうでしょうか。単純に機器を入れ替えて音量を耳でだいたい同じくらいに合わせました。では、あらゆるものが違って聞こえることが想像できます。このことから過去のレビューや評判や定説のすべてを疑うことができます。連続的な制限波を使った周波数特性は正特性ですよというご意見です。周波数特性は何を使って測っても同特性です。インパルスを使ってもステップを使ってもランダムを使っても音楽信号を使っても同じ結果になります。周波数特性には次の情報が含まれています。高調波歪みやノイズの情報は含まれませんが、最近のオーディオ機器では十分小さいので、周波数特性だけで音が決まると考えても差し支えありません。周波数特性はオーディオ機器の音色を決定づける情報です。周波数特性がフラットならインパルスもステップも音楽信号も色付けなくそのままの形で出力されます。これを忠実再生と言います。連続的な制限波の結果だけでは大きな電力変化を伴う瞬間的な過と応答の違いはわからないんですよというご意見です。こちらはアンプの歪み特性です。大きな電力変化を伴う瞬間的な過と応答というのはこの部分の話のようです。この部分の過と応答は連続的な制限波を使って測定できるし、実際にフルスイングの区形波を与えて確認することもできます。アンプには定格出力というスペックがあります。この図でいくとこの辺りです。ここまではフルスイングの電力変化に完璧に追従します。つまり過と応答は完璧です。ここを超えると瞬間的な過と応答が悪くなって歪みが増えて極端に音が悪くなります。普通はここを使わないように出力に余裕のある製品を選びますから、このような限界の性能の違いは問題になりません。定格出力で周波数特性がフラット。これが確認できていれば十分です。制限波を使った測定は平面的なもので、複雑な音楽の表現はわからないんですよというご意見です。測定で測るのは音楽信号を通した時の色付けの度合い、忠実度です。音楽の表現、つまり音楽性というのは音楽に含まれる性質です。基本的に周波数特性がフラットで歪みが十分小さければ、音楽が持つ音楽性を損なうことなくリスナーに伝えることができます。この状態のことを忠実再生と言います。忠実再生を達成すると複雑な楽器の倍音や微妙な揺らぎがその通りに再現されます。音楽性の再現は 100% です。オーディオ機器は基本的に忠実再生を目指して作られています。忠実再生の度合いはP という制限波を使うことで正確に測定できます。オーディオ機器自身に音楽性や音楽の表現があるわけではないことに注意してください。数値データが優秀だから良いというものではないんですよというご意見です。
基本的に数値データが優秀なものほど良い音であることに間違いありません。数値データを信じて製品を買って失敗したという話が過去にありました。これはカタログスペックに書いてある数字やグラフを信じて行動した結果のようです。メーカーが公表するスペックや数値データには当てにならないものがあります。現代では性能の良い録音機材が安く手に入りますから、アマチュアが測定にトライできます。これによってカタログスペックを検証できるようになりました。そこで得た感触は次の通りです。スピーカーやヘッドホンの再生周波数帯域はかなりいい加減です。全く参考になりません。SN 比や歪み率も測定や評価の仕方がバラバラで単純に比較できません。アンプの定格出力は割と正しくて実際に測った結果と一致します。国内の大手メーカーの製品はスペック通りと見て問題ありません。数値データには音に関係するものと関係しないものがあります。重さとか動体の純度とか周波数特性や歪みに結びつかないものはすべて関係ありません。関係するものでも聴覚限界を超えたら関係しません。クロックの精度がいくら良くても歪みがいくら小さくても聞こえなければ無関係です。メーカーやアマチュアがいろいろな数値データを出していますが、正しい測定をするためには電気や音響の知識と測定技術が必要です。私たちが目にするデータには信頼できるものとそうでないものがあることを知っておいてください。ご視聴ありがとうございました。